皆さんおはようございます。浩平です。今日は秋の衣替えについてお話しします。このポッドキャスト、スクリプトがパトレオンにあります。スクリプトを見て新しい言葉や聴解の勉強をしたい人はぜひパトレオンの方も見に来てください。まず衣替えとは何かについてお話しします。衣替えとは季節の変わり目、季節が変わるタイミングにタンスまたはクローゼットの洋服を入れ替えることを意味します。日本ではだいたい6月と10月の年に2回ですかね、衣替えを行うのが一般的です。6月は夏の服、10月は秋冬の服に変えます。この衣という漢字、衣装の衣で見たことがあると思います。つまり服という意味ですね。また、変えるという言葉ですね。変えるというのは漢字がたくさんありますが、これは新しいものに変えるではなくて、違うものに変える、入れ替えるという意味です。漢字が違うので気をつけてみてください。さて、ではなぜ衣替えをするのかについてです。これ結構めんどくさいんですよね。私もめんどくさがり屋なので、衣替えについてはいつもめんどくさいなと思いながらやっていますが、今回調べてみたらいろいろと理由があったので、これからしっかりとめんどくさがらずにやっていこうかなと思えるようになりました。どうしてわざわざ衣替えをするのかについてお話しします。季節があまりない国だと衣替えがなかったりすると思うので、理由を知るとむしろ楽しくなるのかもしれないですね。まず一つ目の理由は快適さを保つためです。まず第一にですね、季節が4つあって気温が違うので、それぞれ快適な服の長さだったり厚さが違います。気温や湿度も変化するので、夏は薄着、半袖とかですよね。そういったものが心地いいですが、秋になると少し厚手の服が必要になります。冬になるとコートとかニットとかこういったものが必要になりますよね。こういった衣替えをすることで、その季節に適した服装を簡単に選ぶことができるというところで快適に過ごせるようになるんですね。例えば夏が終わって気温が下がり始めたのに、まだ薄手の服がクローゼットに入っていたりすると、なんだか少しおかしい気がします。服を選ぶ時もね、邪魔になると思います。逆に冬に軽い服、こういったものがタンスにあったりすると、ちょっと季節感がね違って良くないので、衣替えをしてその季節に合った服だけにしていく、こういったところがまず一つ目の理由です。そして衛生面の配慮、これも大きな理由の一つです。衛生というのは健康や清潔さを保つための考え方ですね。衣替えをすることによって汚れた服をきちんと処理していこうというところがこの衛生面の配慮です。夏の間は汗をかくことも多くて、さらに衣服が汚れやすくもなります。衣替えの際に夏の服とかをしっかりと洗濯をして清潔な状態にする。そして次の年のために保管をする。これが大切なんですね。服も汚いところには置かないと思いますが、全く着ずに1年間外に出すのと、しっかりと掃除をして洗濯をして清潔な状態で保管をするのとでは状態が違いますよね。次の年の夏のためにもしっかりときれいにして丁寧に保管をすると。さらに衣替えの季節っていうのはですね、古くなった服とかもう着なくなった服を整理するいい機会でもあります。不要な服、いらない服を整理することでクローゼットの中がすっきりして、次の季節に必要な服というものを見つけやすくなります。秋冬に半袖があっても着ないですし、1年分の服がクローゼットに入ることもないと思うんですよね。なのでしっかりとした量の服をしっかりとした季節に置いていく、タイミングを見て服をしっかりと入れ替えておく、これが大切というわけです。さらに心理的な準備にもつながります。季節の変わり目は服だけじゃなくて心も新たにするいい機会なんですね。衣替えをすることでこれからの季節に対する期待感、また心の切り替え、こういったものができます。夏の服を片付けながら秋は何をしようかな、冬はどこに行こうかな、こういったことを考えながら
服だけではなくて心も次の季節に向かっていく。こういった心理的な準備にもなります。準備以外にもファッションを楽しむというところで心理的な要素があります。季節ごとに流行るデザインとか色が変わるので、衣替えのタイミングで新しい服を買ったりとかコーディネートを考えたりする、こういったことが楽しみの一つにもなります。夏はどちらかというと明るい色が多いですね。黄色とかそういったものをよく見ます。緑とか。で、秋や冬になると落ち着いた色、グレーとか茶色とか青とか、こういった色が多くなります。私は秋冬の服の色が好きです。Google とかでもね、秋冬ファッションとか調べるとたくさん出てくるので、ぜひ調べてみてください。本当に季節によって色が全く違うので、そういったところも日本の季節の楽しみ方、日本の面白いところなのかなと思います。最後にリサイクルについてもお話ししようかなと思います。衣替えの時に来年着ないなって思う服があると思うんですよね。何年か着た服であったり、今あんまりデザイン好きじゃないなって思う服があると思うんですよ。そういったものは捨てるのではなくてリサイクルしていただけるといいのかなと思います。リサイクルというのは使い終わったものを再利用して違うものに変えることです。方法としては使わなくなった服を必要としている団体に寄付する。またリサイクルショップに売る。あとは自分で違う服や違ったものに再利用する。この3つがあると思います。これらの方法はですね、結果として環境にいいものとされているので、日本ではかなり注目されています。特にリサイクルショップがおすすめですね。お金にもなりますし、他の人が売った服も売っているので、あまり服にお金かけたくないよっていう人はリサイクルショップに行って安い服を買うっていうのもいいのかもしれません。そういったことをすると来年違う服を買う余裕ができたりとか、それを楽しみにすることもできるので、次の季節に対する楽しみっていうものも生まれてきます。そのまま全部保管してしまうと次の年に服を買い足すのもできなくなりますよね。なので、あらかじめ先に服を減らしておいて次の年の楽しみを作る。これも衣替えのメリットの一つなのかなと思います。私も衣替えめんどくさいなとは思いますが、いつも衣替えをして次の季節を迎えるときに、今年どんな服着ようかなとか、服買いに行くの楽しみだなと思ったりします。日本だけじゃないと思いますが、毎年服のトレンド、流行が違います。今年はこの柄だけど来年は違うといったところで、みんな新しい服を買いに行くんですね。毎年同じ服を着てもいいと思います。お気に入りの服があるのであれば、その服を着てくれればいいのかなと思いますが、日本のこの季節を楽しむ、そういった方法の一つとして衣替えをしてこの気持ちを切り替える、ファッションを楽しむ、そういったところをしてもらえると、日本を最大限に楽しめるんじゃないかなと思いました。これね、今から季節秋冬になっていきますよね。どんどん寒くなっていきます。なので今のうちに衣替えをして次の季節の準備をしていってもらえたらいいかなと思います。半袖は少しずつ選択してしまっていきましょう。そういったものをしまうためのアイテムもいろんなお店に売っているので、そういったところを見ていただくのもいいのかなと思います。何事でもそうかなと思いますが、準備をしっかりすると存分に十分に楽しむことができると思います。日本らしい楽しみ方でこれからの季節を楽しんでいってもらえたらいいなと思います。というところで今日のポッドキャストはこれで終わろうかなと思います。このポッドキャストのスクリプトはパトレオンに載っています。スクリプトを見ながら聴解をすると何を言っているかもよくわかりますし、新しい言葉があった時にメモしたりもできます。そのままコピーして翻訳とかねしてくれてもいいかなと思いますので、新しい言葉とか新しい文化が勉強したい、そういった人はぜひパトレオンの方に来ていただいてスクリプトを見ながら勉強してもらえたらいいかなと思います。またパトレオンの方ではそれ以外にも、日曜日の夜に会話クラスというものをやっています。これもねみんなに参加してほしいです。会話の練習が一番大切なのでね、他の日本語を勉強している友達と一緒に会話を一緒に勉強していきましょう。それではまた
また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。